ジャッキー・チェンがなんと合気道技使ってました。こんな掴まれた状態怖いしよしく君、この脇が締まるようにこんにちは、白川隆二です。長野康生です。松浦良樹です。前回ブルース・リーが使った合気道技を紹介したんですが、今回第2弾です。ジャッキー・チェンがなんと合気道技使ってました。ありがとうございます。はい、今回なんとみんな大好きジャッキー・チェンがなんと合気道の技使ってたんです。知らなかったです。それ知らないでしょ。知らないです。ジャッキー・チェンといえばもうね、先生がもう本当にもう子供の時からめちゃめちゃ好きで見てたんですよ。昴生君は小さい頃にちょっとだけなんか記憶に。まあそうだよね、はい、ちょっと20代だもんね。そしてよしき君も。いや本当に水拳ぐらいしか聞いたことない。確かに有名水拳。他になんか何拳か聞いたことある。邪拳？そう、水拳、邪拳、小拳とかすごい有名。あとはポリストーリーとかプロジェクト A とかすごい流行った。でジャッキー・チェンってもう本当競技出身だから、こうアクロバットだったり、あとカンフーね、カンフーアクション、あとすごいスーパースタント、デパートのポールからガーッと落ちるシーンとか有名だったり、あるいは時計台からもう何メートルの時計台から落ちるスタントが有名なの。すごいね、ジャッキー・チェンは。でもそういうジャッキー・チェンがカンフーで、ほらカンフーでこう突き蹴りやん、はい、なんと投げ技を使ってて超レアシーンがあるんです。ということで今回はジャッキー・チェンが使った超レアです合気道技を紹介したいと思います。美しい合気道。まずはこちらの映像をご覧ください。はい、どうですか。いやびっくりしました。合気道すごいですよね。あれはもう四方投げ、はい、もう合気道の技と言っても過言ではないですよ、はい、そう映画はねちょっとマニアックなんだけど、炎の大捜査線って言って普段ジャッキー・チェンって明るく楽しいアクションなんだけど、めちゃめちゃシリアス。香港と台湾の合併の作品で死刑執行された死刑囚が実はスナイパーになって、スナイパーって実話を元にされた、そう実はそんな怖いことがあったっていうちょっとシリアスなストーリーなんだけど、その中でなんと合気道のね四方投げを使ってくれてました。では解説したいと思います。では状況がこう掴まれた状態です。こんな掴まれた状態怖いしよしく君。いやもうこんなことやったことないですで合気道でもなかなかこう胸取りはあるけど両方はないでしょ、ね、両方で使った技を解説すると、四方投げという技。四方投げどういう技かっていうと、ぐるっと相手の腕を回してこう肩関節が決めるので相手が落ちるっていう技です。映画では両方掴まれていたので、ここから片手をパッと取ってで投げて、両手取りってあるでしょ。でこの両方を掴まれたら、この両手をどうするかじゃなくてどっちかの手をどうすればいいかっていうのが、基本的な対処法だから、両手で掴まれても両方の手をグッとなんとかしようというよりも、四方投げする場合にはどっちでもいいから狙っていく。なぜかというとこっちでも回れるしこっちでも回れるので、両方取られた場合はどちらの手でもいいから掴まれる方を決めて一気に躊躇なく回っていくのがポイントです。ですのでこう掴まれた場合、例えば両手でバッとやるよりも、もう片方どっちかやりやすい方を狙って、ここで片方を狙って外すとなります。こう来たらどう？ほら両方を狙いたくなるでしょ手、はい、だけど片方を狙うの。片方をそう狙って回ってみて、そう OK、 そうすると、あともう一つポイントは、映画でこう思いっきり押してたでしょ、はい、それに対してグッと押し返すともう相手の抵抗を思いっきり食らうから、むしろ押してくるのを受け入れるんです。受け入れながら片方取って、そうすると完璧な四方になります。
なのでポイントを整理すると、両手掴まれてるんですけど、片方どちらかを狙っていく、取りやすい方をグッと取っていく。あと相手が押してくるので、それに逆らわないで押す力を生かしながら一回相手の押すのを受け入れて、そのでどうジャッキーってすごいでしょ。すごいですね。なかなか四方投げって結構投げるの難しい、はい、それを片手じゃなくて、しかも高い位置、高い位置から投げる。だってこうやった時に、例えばここから四方投げしろって言ったら結構難しいでしょ、だからここを両手で掴んで外す。そう外し方がちょっと見えるように、掴み手こうだと外せないから、両方とも手のひらまっすぐ持つようにするとこう外しやすくなります。でもし外れなくても頭を入れて、だから外し方もここから両手をこう合わせるように、親指と親指を合わせるように、この手が逆手になって自分が弱くなっちゃうので、なるべくこの脇が締まるように持っていく。でこう持っているとグリップも強いので、外せなかったら頭を振って入れてもいい。こういう技を使っていたんです。ということで、では再現したいと思います。じゃあ実際にゆっくり最初こうやってくるところ、で今度はじゃあ通常速度で再現したいと思います。お願いします。落ちてきて。で最後におまけで美しい合気道バージョンで再現したいと思います。美しい合気道。はい、ということで今回はジャッキー・チェンが使った合気道の技紹介しました。どうでしたか？いや、ジャッキー・チェンがまさか合気道の技使ってると思ってなくて嬉しいね。本当に嬉しいです。投げ技だけでもめちゃめちゃレアだからね、はい、投げ技ね。よしく君、そうですね、まさか両方の胸取りの四方投げが使えてたんで、しかも見た、めちゃめちゃ危ない角度で押したでしょ、そうですね。あれちょっと受け身というか、本当にあれがスタント、映画でスタントマンってすごい技術を持って怪我しないで受け身取ってるんですよね。ジャッキー・チェンはね、ヤングマスターっていうところでハップ軌道の技をめちゃめちゃ食らってたので、もしかしたらあの技はもうハップ軌道の、技を練習して、ハップ軌道の人と交流してできたような技なのかもしれないですけどね、とにかくジャッキー・チェンが四方投げを見せてくれたっていうのもね、本当に嬉しかったです。ということで今回はみんな大好きジャッキー・チェンが使った合気道の技を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。知識ゼロから学べる合気道のしなやかで美しい動き。書籍美しい合気道、角川より発売。